ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、カーク信者がどのような感じで上昇の戦闘のレベルアップをしているのかを、お見せしたいと思います。ヒーローウォーズにアスガルドが追加されたのは、2021年11月でした。それからもうすぐで1年が経過しようとしていますが、視聴者の皆さんは、どのように上昇の戦闘のレベルアップをされているでしょうか？上昇の戦闘のレベルアップ用の資源には、3種類のクリスタルと、7種類の気象が存在します。上昇の戦闘をレベルアップする際、今述べた3種類のクリスタルと7種類の気象のバランスを上手に考慮すれば、特定のヒーローの上昇の戦闘だけを最短でランク5までレベルアップさせることが可能になります。一方、クリスタルや気象を多くのヒーローに広く浅く使用する方法もありますが、これではいつまで経っても強いヒーローは生まれません。上昇の戦闘をレベルアップする際、ゲームユーザーは、特定のヒーローだけを集中的、選択的に先にランク5まで育てるか、広く浅くヒーローにリソースを使うかの2択を迫られます。カーク信者の場合、低予算でヒーローウォーズを遊戯しているので、大勢のヒーローにクリスタルと気象を使っていては、ランク5のヒーローを手に入れるのに5年以上かかってしまいます。そこでカーク信者が選んだ戦略は、特定のヒーローの上昇の戦闘を徹底的にレベルアップすることでした。この方針に基づいて、10ヶ月ほどかけて数人のヒーローの上昇の戦闘をレベルアップさせた結果、ご覧のような状況になりましたので、視聴者の皆様にお伝えしたいと思います。まず、この画像には、13人のヒーローしか表示されていませんが、残りの43人のヒーローの上昇の戦闘は、全くレベルアップを行っていません。カーク信者はアスガルドがヒーローウォーズに追加されてから今日まで、アスタロス、カーク、カイ、フェイスレス、ヨルガンのことだけを考えて、上昇の戦闘のレベルアップを行ってきたのです。その結果がここに表示されているわけですが、これをご覧になられて、視聴者様はどのように感じられたでしょうか？あはは、カーク信者さんは、相変わらず選択と集中戦略が好きなんですね。バカの一つ覚えかな？バカの一つ覚えとは、一部の物事だけを知って満足している愚か者のことを指しますが、別の表現で言い換えれば、ワンパターンってことです。アホ認定されたかな？でも、このゲームの場合、序盤のヒーローの育成では、選択と集中こそが最良の戦略になるんだよね。ギルド戦とアリーナ戦において、上位リーグやランキング上位を目指すのであれば、とにもかくにも完全にマックスアウトした一つのチーム編成が必要になります。対戦相手のチーム編成に合わせて自分のチーム編成を組み替えて戦うのがこのゲームの醍醐味であり、また、そうしなければ戦闘の勝率が高くならないこともわかっています。しかし、低予算のプレイヤーにとって、ゲームの序盤から大量のヒーローを育成してしまうと、いつまで経ってもこのゲームが持っている本来の面白さを実感することができません。そこでカーク信者はこのゲームの遊戯を始めた時から、一貫してメインチームの育成に専念してきたのですが、エメラルドを使って上昇の戦闘をレベルアップさせなくても、10ヶ月間でここまでのヒーローのレベルアップができることが分かったのです。この育成方法の特徴は、メインチームの5人のヒーローを最優先に育成し、余ったリソースが発生してから、他のヒーローをレベルアップさせることです。メインチームの中で緑色のクリスタルが必要なのはカークだけなので、割と早い段階で緑色のクリスタルを他のヒーローに使えるようになりましたが、青色と赤色のクリスタルについては、まだまだ絶対数が不足気味です。さて、上昇の戦闘のレベルアップを10ヶ月間続けた感想を、少しだけお話ししようと思います。3種類のクリスタルの割り振り方を考える前に、7種類ある気象を最も効率よく使うことを先に考えた方がいいような気がします。ゲームプレイヤーが在籍しているギルドが高いレベルの推しを毎週倒せるのであれば、気象と大いなる気象の収集はかなりはかどります。
こちらの画像は、オシュのレベル別報酬の内訳ですが、これを見ると、レベルの高いオシュを倒せるギルドに所属することが重要だとお分かりになると思います。平日は自分一人の力だけで古文戦を戦い報酬を得て、週末はギルドメイトと力を合わせてより多くの報酬をオシュ戦で獲得する。これを毎週繰り返すことで上昇の戦闘の資源が積み上がりますから、できる限り、上位リーグに所属しているギルドに加入するのが良いかと思います。でも、カーク信者さんの場合は、上位ギルドに加入しているというより、寄生しているって感じなんじゃね？今日は、視聴者さんの毒舌が冴えていました。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。